さてと、はい、じゃあ今回は、はい、カンボジアに魅力あるということが分かってきて、はい、で我々もそのカンボジアに来てからさ、実は結構当初はノープランで何ができるかっていうのを探していくこと、まあ、もちろんこれは今も探し続けてるっていうスタンスやねんけど、まあ、その中で一つコアになりそうなメインビジネスとして我々は農業にですね、目をつけたわけやね。でどうこう次郎ちゃん的に、まあ、営業型やんか、はいはい、我々農業をするんやけどって言われた時にどう思う？まあでもまあ僕も、まあ、健吾さんももともと農業経験がないよねですよね、ちょっとどっちかというとハイソな生活してるからねまあそうですね、どっちかというとそうまあでもそのまあやっぱりこの農業っていうところを、まあその健吾さんがまあ、目をつけたっていうところを、まあ、僕も最初いろいろ聞きながらですね、すごい農業の可能性、まあ、どんどん今こう身に染みて感じてきてるわけですけど、逆にその辺はなぜ農業に健吾さんも目をつけたのかっていうのを、ちょっとお聞きしたいんです、まあ、これいろんな方面の話があるんやけど、そもそも例えばカンボジアっていうのはさたくさんのビジネスチャンスがありますと、でもちろんその飲食店なんかで出てくるっていうのもありだし、サービス業その他のサービス業でもありだと思うんだけど、競争相手がたくさんいてる中で、カンボジア独自の一番のそのリソースは何なんやろって考えた時に、人口が約1500万かな、日本の大方10分の1ぐらいしかいてない中で、土地はさ日本の半分の面積あるわけよね。しかも日本ってあれだけの国土があるけど結構山があったりとか、して使えない面積がたくさんあるけど、カンボジアってそんなに高い山もなければ、まあ、あるのは真ん中に大きな湖があるぐらいで、ほぼ全域使えるということから考えると土地が余ってるんじゃないかなと。でもともと農業国家で雨もバンバン降ってその金銭的な意味じゃない、その食べるということに関しては非常に豊かな、誰一人飢え死にしない国っていうことを考えると、これ農業に非常にチャンスがあるのかなっていうふうに思ったよね。で特にそのすごくいい加減なやり方をしてる、俺なんかその農業に関しては全く詳しくないわけやけど、それが見てもそんなやり方じゃあかんやろうと、例えば雨が降るに任せたやり方しかしないとかさ、寒気はもうどこも抹茶茶の土地が広がってて何もやろうという工夫すらしてないみたいな、ほったらかしですよね。ほったらかし基本的に植えたら実りましたっていう農業をしてて、それなりにちゃんと作物が取れてやってるっていうことは、ここに何か力をかけてやっていくっていうことは、これは大きな利益になるんじゃないのかな、まあ、それを調べさせたのがそもそも根本的な発端よね。今で大体どれぐらいの面積をちょうどこの前も話してみた約1000ヘクタール。1000ヘクタール、それどれぐらいなんですか？もうやっぱ見当がつかないですよね、僕もよく聞かれますけど、どんぐらいの面積なんですか？これ分かりやすく言うと台東区1個分全然分からんちゃう台東区と同じぐらい面積で、ちょうどディズニーランドが50ヘクタールぐらい、でディズニーシーも合わせて100ヘクタールらしいね、だからディズニーリゾート100個分、とんでもないですね。100個分じゃ10個分か、ごめん、10個分ね、計算せよでそうディズニーリゾート10個分が1000ヘクタール、果てしないですね。果てしないよね。だからその実を言うと、そんな大きな土地って我々も見たことがなくて、で最初開始する時はさ1ヘクタールって言ったら100メートル四方やろと、じゃあ100ヘクタールって言うと1キロ四方やから、まあ前に進んで1000メートル、まあ右に進んで1000メートル、これぐらいだったらできるなと思った、で実際見てみると、想像よりはるかにでかいよね。でかいですね。ちょっと歩いてうろうろできる距離じゃないよね絶対無理ですね。絶対無理よねそうだからやってみるとあまりの大きさにびっくりして、今でもそのちょうど一区画になってるところが450ヘクタールっていう区画の土地があるんやけど、そこなんか向こうの山のふもとまで、こっちは向こうの森があるとこまでみたいなんで、見える範囲でやっと200ヘクタール一目で見えるぐらいの話だから、結構400ヘクタールの一目で見えないし、もう800とか1000になると、現実的に一目では見えないっていう大きさになってるからね。
でも日本もいろいろたくさん農家さんが農業やられてる方がいて、結構こう苦労されてる方が多い中で、カンボジアで農業とこう何が違うんですかね。まず一つはさ、日本の農業が非常に儲かりにくいのは、まあ農協だとかさ、規制がたくさんありすぎて、大規模な農業ができないし、もう一つはコストが高い。機械買うのもめちゃくちゃ高いわけやし、でその人を雇うとすごいお金がかかるし、ってなるとその一人で機械を使って限界でできる大きさプラスその規制の中でやらなければならないということを考えると、ものすごいコスト高になってしまう。こっちの場合はもちろん人件費はめちゃくちゃ安いし、でその規制なんか何もないから大規模農業ができる。農業が絶対的に重要なのはある程度のスケールメリットを生かせるっていうこと、これがそのカンボジアの大きなメリットの一つですね。カンボジアの土地土壌はどうなんですか。場所によってもちろん違うんやけど、で我々今そのカンボジアの西部の方のパイリンっていう場所の土地に目をつけてやってるんやけど、ここはかなり豊かよね。なるほど。場所によってやっぱいい悪いがあって、もちろんある。それをこの2年でいろいろ苦労しながらそこにたどり着いてきたわけですよね。どんな苦労が当初はさ次郎ちゃんも知ってる通りさシェムリアップの近郊で始めてみようと。で実はそのシェムリアップって観光ではすっごい有名な州なんやけど、カンボジア全体で見るとブービー賞ぐらい貧しい州なんだよね。でやっぱりそのちょっとこう正義心に駆られてさ、シェムリアップをなんとか豊かにしてみようみたいな、観光以外の産業をシェムリアップみたいなことで、シェムリアップ州の土地をこう開墾、一からね雑木林を開墾して、農地にしようかみたいなことを始めてみたんだけど、やっぱりそのカンボジアってこうちょっとお盆型になってるらしくて、真ん中にこう水が溜まるようになってて、その真ん中がトンレサプ湖っていう大きな湖やねんけど、雨季になるとそこに流れ込んでくる水で至る所が洪水になるのよね。シェムリアップも過去3年で2回は大洪水に生まれてみたいな形で、我々の土地もいろんなところがどんどんと沈んで、これはほんまに大変な目のだよね。なんで人間って自然の前では無力なんやろっていうのをあれが560年に一度の洪水ですか。初年度にだから開墾でもいろいろとカンボジアならではのエピソードに揉まれながらも、ようやく開墾して植えました、こう青々と実ってきて、おっしゃーと思ってたところに洪水が来てさ、自分らでこう手で掘ってみたらさビビたるものにもならなくて、あれで大変ね、痛い目を見ながらも、だからこそどういう土地を選んだらいいのかとか、いい土地と悪い土地っていうのは何が違うのかとか、それは本当にいろんな実証データをもとに、まさしくその殴られたら痛かったっていうのをね、身をもって体験したっていうのは、ハグスの大きな財産になったよね。今農業はメインで何を育てて。キャッサバっていう作物で、日本の人にはこれ馴染みないと思うんやけど、芋類の中では一番、作付け面積が多いのがジャガイモで、2位が実はキャッサバで、日本で有名なさつまいもではこれ世界的に見ると3位、でこのキャッサバっていうのは日本で有名なところでいうとタピオカジュースの、タピオカっていうのはキャッサバのでんぷんを取った粉でできてる、あとはそのバイオエタノールなんかの原料になったりとか、あと工業用に紙を強化するために使ってたりとか、海苔の原料になってたりとか、いろいろその食用工業用問わず幅広く使われてるっていう、いろんな加工用途がある。そうで今のところカンボジアはまだまだそのインフラが整ってなくて、加工場が少ないから、メインはタイに輸出したりとか、ベトナムに輸出したりとか、最近カンボジアの作付け面積が増えてきたってことで、中国のバイヤーがこう直接買い付けに来たりとかっていうところで、でもメインは輸出用途としての、使われ方をしてるんだよね。そのキャッサバを中心に、それ以外にも、今やってるもの、もしくは今後他の農作物も考えていく。だから今のところ、キャッサバが一番利益率が高いんじゃないかということを、想定してどんどんやっていってるわけやけど、だからといっても絶対にキャッサバしかありえないっていう話じゃなくて、そのキャッサバじゃないんじゃないだろうか、ということを考えながら常にそのコーンであるとか、
例えば生姜であるとか、その他の作物、あとはそのいわゆるフルーツ系、であるとかっていうことをどんどんやっていきたいな、で実はパイリンに、ハグスの、試験農場も今年から作っていくので、そこでどんどんとこのデータのないカンボジアで、データを有効に活用したような農業をやっていきたいなと思ってます。なるほど。これからのそしたら農業をハグスとしてももっともっと突き詰めてやっていく。農業も突き詰めていくけど、これからちょっと世間ではこう農業アグリカルチャービジネスというところには注目が集まっていくと思うよね。我々がカンボジアに来た時になんとなくで来たけどカンボジアに火がついたのと同じように、農業にももっとこう注目が集まってくるんじゃないかなと思ってるから、ここはちょっとぜひ要チェックしてください。ぜひお願いします。はい。